こんにちは、ハーリーです。今日は本当に美味しい東京ランチベスト7をご紹介します。僕の動画では年間500軒以上のお店をご紹介しているんですけど、今回は僕が7月から9月にご紹介したお店の中でも特に良かったお店を厳選して7つランキング形式でご紹介します。東京都内に住んでいる人はもちろん、今度東京旅行に行くという人にもすごく役に立つ動画なので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。まず第7位は東京台湾さんです。中目黒駅南改札東から2分くらい歩いたところにあります。東京台湾さんは女性に大人気のルーローハンともちもち水餃子のお店です。店内はまるで台湾に来たかのような異国情緒あふれる空間です。お客さんは20代から50代の女性が多く、デートや女性同士で来ている方が多いですね。ランチメニューは水餃子とルーローハンセットの一択で、ルーローハンをチーローハンに変えたりハーフ&ハーフにすることもできます。餃子やルーローハンにパクチーは入っていないので、僕みたいにパクチーが苦手な人でも安心ですよ。僕はチーローハンセット、僕の奥さんはルーローハンセットをいただきました。東京台湾産の水餃子はむっちりとした皮にぎっしりとあんが詰まっています。一口かぶりつくとうまみたっぷりのジューシーなあんが溢れ出してきて、めちゃめちゃ美味しいです。特製の甘辛いタレをつけるといいアクセントになって食欲が加速しますね。手のひらサイズのチーローハンはさっぱりとした味わいでパクッと食べられます。ただやっぱり東京台湾産ならルーローハンで、お客さんのほとんどがルーローハンセットを頼んでいましたよ。ルーローハンもがっつりとしすぎずすごく美味しいので、迷ったらルーローハンを頼むのがおすすめです。僕の奥さんは大の台湾料理好きで、特にルーローハンが大好きなんですけど、そんな奥さんも喜んで食べるハイレベルなルーローハンでしたよ。東京台湾さんに行く際の注意点としては、テーブル席が2つ、畳席が4つという店内なので、特に女性は畳席に備えて脱ぎやすい靴で行くことがポイントですよ。続いて第6位はレ・ジャルダンデ・ドティーヌさんです。浜松町駅北口から5分くらい歩いたところにあります。レ・ジャルダンデ・ドティーヌさんはエアーズロックのようなお肉が出てくるコスパ最高のビストロです。店内はモダンで落ち着いた空間です。お客さんは30代から60代の方がお一人様から4人グループまで様々なシーンで来ていて、平日はサラリーマンの方も多いです。男女比は少し女性の方が多いくらいで、女性のお一人様も多いですね。ランチメニューはこちらです。前菜は2種類からメインは3種類から選ぶスタイルです。ドティーヌさんといえば前菜のスープとメインのローストポークが有名なので、初めての人はこの2つを選びましょう。まずはカリフラワーのポタージュとバケットが出てきます。こちらのポタージュはオリーブオイルの心地よい香りにポタージュの上品な味が相まって心が落ち着く優しいポタージュです。バケットは外はカリッと中はもちっとした食感です。バケットはおかわり無料なので、たくさん食べる人にも嬉しいですね。そしてこちらがメイン、豚ロースのローストです。見てください、このポーク、まるでオーストラリアのエアーズロックやーと言いたくなるようなビッグサイズポークですよね。幅15センチ、高さ4センチほどもあります。肝心のお味は豚肉の甘みとうまみにポテトの柔らかな甘み、マスタードのアクセントが加わって至高のカルテットになっています。こんなに分厚い豚肉なのにナイフで簡単に切れる柔らかさで、中が綺麗なピンク色になっているのも素晴らしいですね。このセットが1000円ちょっとでいただける
なんて本当にすごくて、このコスパには非常に感動しました。これは2000円弱で出すべきランチですね。ドディーヌさんは売り切れ次第終了の人気店なので、1巡目で入りたい場合は11時45分までに行くのがおすすめですよ。美味しくてボリュームたっぷりのランチをぜひ食べてみてください。続いて第5位は肉の大山さんです。上野駅と御徒町駅の間にあります。肉の大山さんは1932年創業の老舗肉卸が運営する肉レストランです。店内は総席数65席と広々とした空間です。お客さんは若者からご年配の方まで、お一人様からファミリーまでと様々な人が来ています。男性はもちろん女性のお一人様もいらっしゃいますね。メニューはなんと20種類くらいあります。そのほとんどが500円から1000円という価格帯で、めちゃめちゃお財布に優しいですよね。生姜焼きやステーキも人気なんですけど、名物はメンチカツとコロッケなので、初めての人はメンチ&コロッケセットがおすすめです。こちらが僕おすすめのメンチ&コロッケセットです。デカデカとしたメンチカツがインパクトありますよね。セットにはサラダとライス、豚汁もついてきます。メンチカツはお肉がたっぷりと詰まっています。お肉感がしっかりと感じられて、サックサクの食感が食欲を加速させます。そのまま食べても美味しいんですけど、卓上の大山特製ソースをかけて甘みと辛みが加わることで、さらに美味しくいただけます。一方コロッケは外はサックサク、中はホックホクのコントラストが素晴らしいです。じゃがいもの甘みがしっかりと感じられる昔ながらのコロッケですね。ご飯の大盛りは無料で、大盛りにすると高さ10センチもある山盛りご飯が登場します。さらに豚汁にもお肉やお野菜がゴロゴロと入っていて、さらになんと全てのランチでドリンクバーもついてくるんです。ボリューミーで美味しいメンチカツ、コロッケに山盛りご飯、具沢山豚汁、さらにはドリンクバーもついて730円というのは、お店のことが心配になるくらいコスパ最高ですよね。テレビでも数多く取り上げられる超有名店なんですけど、知名度に負けない大満足になるお店ですよ。平日なら数量限定で500円ランチもあるので、給料日前の強い味方にもなってくれます。ぜひ行ってみてください。続いて第4位は A16 東京さんです。レンガ造りの特徴的な建物である三菱1号館隣のブリックスクエアにあります。 A16 さんはデートや女子会で行きたいおしゃれなイタリアンです。店内席とテラス席があって、店内席は天井が高く広々とした空間、テラス席は目の前に緑が広がるおしゃれな空間です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方がデートや女子会で来ています。男女比は男性2対女性8くらいで、お子様連れのファミリーも多いですね。ランチメニューはパスタ、ピザ、ミートボールの3種類です。 A16 さんといえば直径28センチもあるビッグサイズピザが有名なので、ピザは必ず注文しましょう。まずはサラダが出てきます。新鮮なシャキシャキ野菜にさっぱりとしたレモンドレッシングがかかっていて、すっきりとした味ですね。パスタとピザを注文すると、それぞれを熱々でいただけるように、ピザを食べ終わった後にパスタを持ってきてくれます。僕たちはロマーナピザをいただきました。直径28センチだけあって超ビッグサイズですよね。車輪型のピザカッターではなく、ハサミを使って切るスタイルなのもおしゃれな雰囲気にぴったりです。ロマーナはトマトベースのピザで、オリーブの豊かな風味が感じられます。ニンニクの香ばしい香りが漂いつつ、バジルやハーブがいいアクセントで、ピザ生地、オリーブ、ニンニク、バジル、ハーブが奏でる至高のクインテットになっています。パスタはパンチェッタとズッキーニのラグーをいただきました。
ラグーだけあってお肉感がしっかりと感じられつつもさっぱりと仕上がったパスタですね。ドリンクはコーヒー、紅茶、ジンジャーエールなどから選べます。ちなみに A16 さんの予約は電話にて11時または11時30分の席を予約できます。ただ当日席も設けられているので予約していなくても入ることができますよ。11時30分くらいからは結構並び始めるので、予約なしなら11時30分よりも前または1時30分以降を狙っていくのがおすすめです。続いて第3位はファイト餃子さんです。巣鴨駅北口から地蔵通り商店街の方に歩いて12分のところにあります。ファイト餃子さんは毎日が大行列、東京でもトップレベルで人気のホワイト餃子のお店です。店内は昔ながらの食堂チックな空間です。お客さんは昼飲みしに来ているお一人様男性からデートで来ている若者まで様々な方が来ています。メニューはこちらです。お一人様は餃子10個定食や焼き餃子12個とビールを頼んでいる人が多いです。一方2人以上で来ている人は食べたい分の焼き餃子と人数分のライスセットを頼んでいる人が多いですよ。さあまずはビールで乾杯です。餃子といえばやっぱりビールを飲みたくなりますよね。こちらが名物焼き餃子の24個です。ドドーンとたくさん乗った餃子がインパクトありますよね。ホワイト餃子とはもちもちとした分厚い皮であんを包んだおまんじゅうのような丸い餃子です。千葉県の名物なので千葉県民の方は知っていますよね。分厚い皮に包まれた餃子がたっぷりの油で揚げ焼きにされているので、表面はカリッと中はもっちりとした食感で、カリもち食感のコントラストがたまらなく美味しいです。一口かぶりつくと中からは熱々ジューシーなあんが溢れ出てきてやみつきになる味わいですね。揚げてはあるものの重たさは全くなく優しい味わいなので、一人で24個食べられそうなくらい美味しい餃子です。もっとパンチが欲しいという人は卓上にある調味料でお醤油、お酢、ラー油で作ったタレにしっかりと絡めていただくとよりがっつりといただきますよ。ファイト餃子さんも大人気店なので待ちたくないという人は11時15分には並ぶのがおすすめです。続いて第2位は創作麺工房なきりゅうさんです。大塚駅南口から5分くらいのところにあります。なきりゅうさんはミシュラン一つ星を7年連続獲得している世界中の人が集まる大人気のラーメン屋さんです。店内は清潔感のある落ち着いた空間です。お客さんは30代から60代のお一人様や2人で来ている方が多いです。ミシュラン獲得店だけあって海外の方もものすごく多いですね。メニューはこちらです。なきりゅうさんといえば担々麺が名物なので、初めての人は担々麺を選びましょう。こちらが名物の担々麺に卵トッピングです。まずこの見た目が鮮やかですよね。スープは程よいごま感にしっかりと出汁が効いています。しびれや辛さもちょうどいいくらいで、スープだけでも飲み干せるくらい美味しいですね。麺は歯切れの良い細麺で美味しいスープとの相性抜群です。乱雑さが全くない非常に上品な担々麺ですね。ちなみにミシュラン一つ星を初めて獲得したラーメンは代々木にあるジャパニーズそばヌードルツタさんで、2番目がこのなきりゅうさんです。ツタさんは移転とともにミシュランに選ばれなくなったので、なきりゅうさんは現在ミシュラン一つ星を最も多く獲得しているラーメン屋さんなんですよ。実力だけなら第1位にしてもよかったんですけど、なきりゅうさんは大人気店すぎてめちゃめちゃ並ぶので第2位にしました。僕は11時に行って30人の列90分待ちましたよ。2時過ぎに行った時は45分待ちだったので、ご飯系は早めに行かないと売り切れるんですけど、担々麺狙いで比較的待たない時間ならお昼の2時以降を狙うのがおすすめですよ。そして栄えある第1位は
花大根さんです。銀座駅 B3 出口からすぐのところにあります。花大根さんは夜は1万円以上する黒毛和牛が昼ならなんと1000円台でいただけるお店です。店内は落ち着いた和の空間です。お客さんは2人から4人で来ているデートや友人同士の方が多いです。メニューはこちらです。わさび醤油でさっぱりといただきたい人はとろろ重、すき焼き風にこってりといただきたい人はすき焼き重を選びましょう。並、上、特上と上がるにつれてお肉の量が 50g、75g、100g と増えていきます。どちらを選べばいいのか迷うという人はハーフ&ハーフにするのもおすすめですよ。僕は炙り和牛刺しすき焼き重の特上をいただきました。それではオープンです。見てください、この美しさ。お重からはみ出るお肉が食欲をそそりますよね。和牛刺しはお肉がとろっとろになっていて、お口に入れるととろけていく至高の味わいです。こってりとしたすき焼き味が食欲をかきたてますね。特上にすると最後の方はこってりとしすぎてしまうんですけど、途中でかけるこのすだちがちょうどいいさっぱり感を与えてくれて、最後まで美味しくいただけます。ただこの美味しいすき焼き重をいただくのに一つものすごく重要なポイントがあります。それは必ず予約をしてから行くことです。11時30分からなら予約できるので、行くことが決まったらすぐに予約しましょう。予約しないで行くと1時間くらい待つこともあるので、待っても全然問題ないよという人以外は予約を強くおすすめしますよ。今日は本当に美味しい東京ランチベスト7をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は7つのお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてもらえると嬉しいです。皆さん、今回の東京ランチ企画いかがでしたか？皆さんからご好評であれば、今後も3ヶ月に一度東京ランチランキング動画をご紹介しますね。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。女性に大人気、ルーローハンともちもち水餃子のお店なら東京台湾さん。まるでエアーズロック、美味しくてボリューム満点のコスパ最高ビストロならレ・ジャルダンでドティーンさん。1932年創業、なんと500円ランチもあるコスパ最高の肉レストランなら肉の大山さん。デート、女子会、ファミリーで使いたい、まるでアメリカ西海岸のようなおしゃれなイタリアンなら A16 東京さん。毎日が大行列、老若男女誰もが愛する大人気のホワイト餃子ならファイト餃子さん。ミシュラン一つ星7年連続獲得、世界中の人が集まる大人気の担々麺なら創作麺工房なきりゅうさん。見た目も楽しめるとろっとろにとろける和牛重なら花大根さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。